さんこんにちは。レッドです。さあ今回は前回の続きということでメッキ塗装をしていきます。こちらのパーツはもともとメッキだったんだけど経年劣化によってボロボロになってました。そんなボロボロだったパーツを整えて現在プラサフまで吹いている状態です。なので今からメッキ塗装をするための下準備を行っていきます。それではメッキ加工レッツスタート。今回はショーアップさんのテラクロームを使ってメッキ塗装にチャレンジしていきます。果たしてうまくできるのかな。今プラサフを吹いている状態なので若干表面がザラザラしています。このザラザラをペーパー800番から1000番で整えていきます。そしたら次に脱脂剤を使って表面の油分を落としていきます。では今から下地をブラックで塗装していきます。今ウレタン塗料のブラックを塗装しました。そしたら一旦乾燥させます。そしたら次に3対1のクリアを使って表面にツヤを出す目的で塗装をしていきます。捨て拭きのポイントは表面にツヤを出さないようにわざとパラパラっと全体的に拭いてあげてください。15分ほど乾燥させたので今度はツヤを出すようにたっぷり塗装していきます。捨て拭きを1回して本塗装を2回しました。ここで出ているツヤがそのまんまメッキに反映されるのでここではできるだけツヤを出しておくようにしましょう。それでは塗装が完全硬化するのを待ちます。さあ今クリアが完全硬化いたしました。そして今回メッキ塗装に使っていく商品がこちら、ショーアップさんのテラクローム。まずこのテストピースを使って塗装をしてみます。ちなみに下地がブラックじゃなかった場合もどうなるのかっていうのをね実験してみます。すごいグレーだぜ、グレー。まずエアブローを使ってホコリを飛ばします。そしたら薄く全体的に塗装をしていきます。すげえ、何これ。一回吹いただけでかなりメッキ感が増しました。すげえ、めっちゃメッキ、めっちゃメッキになってる。
クリア塗装を吹いてる上に塗ったんですけど、めちゃくちゃすごい。もともとはこんな色だからね。この色が、こうなっちゃった。わー。すっげえ。めっちゃメッキだ。メッキ塗装のポイントが分かったので、本番、行ってみます。今1回目が塗り終わりました。もう吹いてる途中に速攻乾燥してる感じがあるので、これだけのパーツをやるんだったらもう連続でぐる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 塗装ができそうな気がします。いやーマジメッキだわこれ。マジメッキ。今テラクロームを3回塗装しました。もう完全なメッキになっています。ちなみに下地の形がそのまんま反映されてしまうので、下地が悪いとこんな感じになってしまうのでご注意ください。今テラクロームを3回吹いたんですけど、揮発性がすごくいいです。もう全然後ろが分かんない。ほらこんな状態でも全然下地が分かんないなすごい。太陽の下で見たらこれどうなるんだろうね。いや外で今見てますけど全然透けないわ。3回塗装してたらほとんどっていうかもう全然下地が見えませんね。すごい。今テラクロームが乾燥したのでクリア塗装を吹いていきます。そして今回使っていくクリアがこちら、エコロックの UT クリア M5 対1のクリアになります。でメーカーの方は3対1のクリアや2対1のクリアを推奨しているんですけど、今回あえて5対1を使います。理由としてはですね、こちらのクリアシンナーの希釈率が 0% から 10% に設定されているので、シンナーなしで吹くことができます。もう今回はできるだけシンナーを使いたくないということで、今回はこちらのクリアを選びました。どうなるのかはわかんない。こっちが捨て吹きをしている状態で、こっちがまだ捨て吹きをしてない状態です。もう見た目で言うと艶消しみたいな感じになってるのが分かりますかね。この作業を合計で 2,3 回ぐらいします。もうベターっと塗装してしまうと白ボケの原因になってしまうので、捨て吹きでしっかり地盤を固めてください。今捨て吹きを3回して1時間ほど乾燥させたので、いよいよ本塗装に入っていきます。
若干ツヤが出るように塗装しました。30分ほど経過したら仕上げでたっぷり表面にクリア塗装を吹いてあげます。はい、これで今クリア塗装が塗り終わったので完全硬化するのを待ちます。そして今回のテラクロームはショーアップさんが協賛してくれたので感謝の意味を込めてメーカーロゴを塗装していきます。オッケーということで完成いたしました。ショーアップのテラクロームメッキ塗装です。最初はボロボロの状態だったんですが、これだけ綺麗になればもう大満足です。そしてインジケーターの表示がかなり薄くなっていたのでステカを使って作り直しました。そしてメッキの質感ですが、テラクロームを塗る前に塗装したクリア塗装の表面が綺麗な鏡面になっていればすごくいい感じのメッキになっているんですけど、若干柚子肌とかボコボコした状態でテラクロームをするとそのまま表面が反映されるので、こんな感じになってしまいます。でこちらのパーツはテストピースでクリア塗装をしてない状態で、クリア塗装をしたものと比べると若干色合いが違います。クリア塗装をしてない方がよりメッキ感があって、クリア塗装をすると若干なんか白く濁ってしまったかなーって気はするんですけど、これは私の施工方法なのかなと思っております。そして実際にテラクロームを使ってこうすればうまくいくなっていうポイントをまとめて発表します。まず二液剤のクリア塗装が下地に最適です。そしてそのクリア塗装をペーパー2000番まで磨いてコンパウンドで鏡面まで仕上げてください。そして脱脂作業はアルコールで表面をしっかり拭き取ってください。その下地がそのまんまメッキに反映されちゃいます。そしてテラクロームを塗装するときは最初の 1,2 回は全体にパラパラっと拭いて、3回目から6回目に関してはちょっとベターっと塗装します。そしてテラクロームは揮発性が強くてエアーを送るとすぐに乾燥しますが、強制的に乾燥させるとムラの原因になるので、塗装したら自然に気化するのを待ちましょう。そしてクリア塗装をするときはしっかり捨て拭きを 2,3 回してミストを表面に散りばめてください。捨て拭きの乾燥時間は通常よりも長めにとって、それからベタっと塗装をしていきます。ちなみにクリア塗装をいきなりベタっと塗装してしまうとメッキ部分が溶けてムラになってしまうのでご注意ください。なのでクリア塗装の捨て拭きが大事になってくるんですね。そして今回は専用道具を使って塗装をしましたが、簡易的に塗装ができるこちら缶スプレーがあります。セット内容が下地のブラック、
そしてメッキにするテラクローム、そしてトップコートのクリアの3本セットです。こちらの商品は屋内保管におすすめの商品で、例えば車の内装パーツだったりプラモデル、ちょっとした小物などにおすすめです。なのでバイクシリーズとは別でご紹介していきますので、皆さん楽しみに待っててください。さあこんな感じでどんどんバイクの復活作業頑張っていっちゃうよ。それではあなたのメンテナンスが楽しくなるようにレッツバイク編ジョイ。メンバーシップでは完成した動画を先行配信していますので、気になる人がいましたらぜひチェックをよろしくお願いします。そして今回紹介した商品も下記の概要欄に詳細を載せますので、気になる人がいましたらぜひチェックをしてみてください。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて動画を配信する先に最新情報が載っていることがあるので、気になる人がいましたらチェックもよろしくお願いいたします。さて次は何をしようかな。バイバイ。